ちょっといろいろ着てみてたんですけど、その試着してる時に気になってたんですけど、1個ね、これなんですか？シャツは、20SS のレインメーカーの別注。レインメーカーいけてるっすね。見ます？あります。あるんですか？あへえ、ちょっと見てみましょうか。もうはい、一応今ある SS の商品この3つなんですけど、はい、さっき話したのはこれです。これまあもともとガテマラシャツのキューバシャツ。そうです。はい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 久しぶりに着たいなと思ってで、古着でよく着てたんですよ昔。じゃあ作るんだったらなんか古着であるキューバシャツじゃない、絶対古着でないキューバシャツ作りたいなと思って、今回はシルク100のキューバシャツを作りました。でその中でも多分長袖ってあんまりない、白もあんまり多分ない、はいはいはい。まあ本当に限りなく世の中に存在しないであろう、でも変じゃないなるほど。キューバシャツが作りたいなと思って今回これを作りました。レースを、まあキューバシャツ刺繍とか入ってると思うんですけど、なんかせっかくシルク100でやるんだったらここもシルクにしようと思って、うわ、レースまでだから完全に 100% シルク、オールシルクってことですね。まず刺繍じゃなくてレースっていうのに気になってたけど、素材までシルクにシルクとは。だからまあ SS なんで、まあ春夏の商品なんですけど、まあ夏でも僕は基本的に長袖よく着るんで、まあシルクだったら肌当たりも全然夏でも悪くないんで着てほしいなっていう感じです。これちょっと着ちゃいます？せっかくなんで。今これに夢中だったんですけど、今もうまた前のめりになっちゃいましたね。よくないよくないこちらもはい、3型なんで。3型で、これもレインメーカーで、それも同じブランドですね。でこれも、同じ素材シルクで作ってるんですけど、僕ちょっと変な話かもしれないですけど、夏にコートが着たい、ゴム袖のコートが作りたいなと思ってて、まあ、このシルクの素材すごく気に入ってるんで、それで作ってもらったサマーシルクコート、これねすごい着てみたらいい感じです。これなんですかね、ワークコートの形みたいなっていうか、なんていうんですかね、ホスピタルコートというか、はい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 。近い感じだけど、でもボブ袖って普通に考えてやっぱありえない。なんか長袖にしちゃうと、まあ、長袖にしてもいいかなと思ったんですけど、長袖にしちゃうとマルジェラのショップコートみたいに近づきすぎちゃうのが嫌だなと思ったんで、でも肘を出すのも嫌だったんでボブ袖がいいなっていうなるほど。のはこれですね。でもう一個は、ブランド変わってカニッツァっていうブランド名がカニッツァっていう右が、L サイズぐらいで、左身頃が、まあ、約ですけど 16XL ぐらい16みんな多分追いついてないですこれ多分。うわなんすかこれ。腕がやばいですね。腕と言っていいのかこれ一応だからアームホールですね。こちらがアームホールでございます。ヨットみたいですね。でこれはなんで作ったかっていうと、はい、これも次の SS にあなたはシャツを着てるんですかコートを着てるんですかって言われるような、まあ、よく意味わかんない感じなんですけどっていうシャツが欲しいなと思ってこのブランドに作ってもらって、で商品名がデュアリティシャツっていう二面性っていう意味で、そうです。デュアラブルとかいう。なんか僕は結構中二病なんで、有名ですよね。ご存知の通り中二病なんで、人間ってみんな二面性を持ってると思ってて、正の部分と、まあ、負の部分を持ってると思って、まあ、それをシャツでも表現したいなっていう、まあ、その2つがやりたくて作りました。着てみると分かるんですけど、着てみた時にこっち側から見た時はもう普通のシャツを着てる見え方なんですよ。でこっちから見た時にどういうことっていう、まあ、コート見てる着てるみたいな感じなんですけどっていう、まあ、結構面白いシャツです。こういう風に見てるだけじゃちょっと予想つかないですねこれ。そうですね。とりあえずこれが着たいんですよ。そうですね。ちょっと着てみますよ。はい。これすごいっすね。どうですか？いや、いいですか？まあ予想はしてましたけど前のめりになるぐらいな案の定ですよこれ。でボタンのなんかそのサイズ感とかもすごい繊細だし、やっぱこのレースっすね。やっぱいやらしくない全然。男でレースっていう人も多分いらっしゃるかもしれないですけど、これめちゃめちゃかっこいいですね。全然そのフェミニンな感じしないですよね。そうなんですよ。あんま女の子してないというかね。だからこうバランスが本当にうまいと思ってて、シルクとレースっていうかなり上品な素材なんですけど、まあ、それをまあ言い方あれですけど野暮なキューバに落とすっていうのが僕は結構ナイス、自分であれですけどナイスアイディアだなっていう。
これは、20SS の商品なんですけど、レインメーカーが一切作ってない、もう完全にパターンから全部作ってもらってへえもう完全別注です。あ、なるほどなるほど。わがままなやつ全部わがまま聞いてもらってってやつですね、これが。でさっきからその話、レースも生地見本、レース見本っていうのははい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 。生地なんていうの、生地の生地のサンプルはい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 が多分4000枚ぐらいレースが載ってる本があって、それから僕選んだんですけど、いそもそもシルク100のレースって7種類ぐらいしかなくて、へえ。で細いやつとかだとあんまりキューバシャツっぽくならないから一番ハマりそうなのを確かに選んでます。確かにレースって基本、まあレディースの服とかでもそうだけど、割となんか1センチ前後のやつが多いですよね。細いのが普通なんだけど、そうすると結構フェミニンさになって出ちゃうというか、繊細すぎちゃうんですよね。いいっすね、これすごい。だから今袖ボタン止めてますけど、まあ普通にこうまくってきていただいても確かに確かにと思います。いいっすね。ヒゲと相性いいっすね、この服。本当に。やっぱ解禁っていうのがすごいいいですね。うんシルクなのにっていうのが、レースなのにとか。そうそうそう。男らしい。なんかアンバランス感というか。これでも身幅もあるから、なんかもうちょっと中にかませても全然良さそう、アウターのりというか。であと素材はシルク100で、洗濯表記は一応洗えないってことになってるんですけど、でも、デザイナーさんに聞いて、ネットに入れて、弱乾燥というかおしゃれ嫌いにしていただければ全然普通に洗濯もできるんで洗えちゃうんだ。はい、結構僕はシャツ上げて着るの好きなんですよ。割とそうなんですよ。そうですよね。しかもシャツ多いですよね。シャツ多いですね。上げて着る感じもいいですね。開けてきて、ちょっと動いた時にやっぱりその揺れ感というか、はいはい、シルクならではの。シルクならではの見え方、揺らめく感じいいですね。キューバシャツで揺らめかないですもん。揺らめかない。そうですね。絶対にキューバシャツで揺らめかないし、そんな艶やかな雰囲気絶対出ない。確かに確かに。コットンポリとかコットンのイメージですね。いいギャップですね、これ。これはかなり僕の中で名品だと思う。めちゃくちゃいいですね。レインメーカーとのその別注のアイテムはいつもめちゃめちゃ面白いの作ってますよね。そうですね。なんかもうデザイナーの渡辺さんとの付き合いがかなり長くて、だからこそ僕がレインメーカーだけじゃないんですけど、そのブランドが普通にやってたら作らないものがいいな。普通に考えたらレインメーカーでキューバシャツってなんかあんまりピンとこない。でもそれをなんかレインメーカーらしさをちゃんと出すようなものを僕は作りたいなっていう、なんか化学反応的な一種で、よくいろんなデザイナーさんに、別注お願いした時にそれ大丈夫ですかってすごい言われる時がめちゃくちゃあるんですけど、今のところ大丈夫ですし、本当嬉しいことですけど、作ってみてサンプルがこう出来上がった時に、デザイナーさん、これもそうでしたけどすごい良かったっていうふうに言われるんで、だから、そこが僕も別注をやり続ける意義の一つかなっていう、わがままであるゆえのなんか醍醐味というか、そうですね、ここでしか買えないですもんね。急なカメラ目線。もうすごいの作りますね。また欲しいアイテムに追加されちゃいましたね。結局ダメですよ、記者ここマジで本当に良すぎて一周回ってきちゃったねっていうね。たまんないっすね。せっかくだからあっちも着てみます。そうですね、着てみましょう。せっかくなんで。ちょっとまさかの僕じゃなくてオーナーに着てもらってます。ちょっと長袖だった。そう、半袖の方が多分いいかなと思ったんで代わりに着てます。いや、これめちゃめちゃ僕たち好きですよね。すごいこれ。これいいっすよね。これいい。これもさっきのキューバシャツと同じシルクなんですけど、これもねやっぱより養弱がある分揺れ感というか揺れますね。よりここの動きがすごいたなびかせたいですね。たなびかせたなびかせる。これだったら僕着てて今あれですけど全然夏着れるはず。 T1 にこれで。そうです。 T1 でもいいし、タンクトップとかでもいいから。揺れますね。なんか本当ちょっと
なんだろうな、サムエというか着物っぽい感じの作りなんだけど、まあ、素材がこういうもうなんだろう淡麗な素材感だから、またその着物っていうのにも形容しがたいというかね。多分世の中的にこのコートをなんですかね、このコートはこういうコートです、例えばなんとかコートみたいなの多分つけられない、あけど超奇抜じゃない、すごい気に入ってる。独特ですねやっぱり。パターンもそうですし、身幅も緩くて、で袖もちょうどさっき言ったように、肘がギリギリ隠れるぐらいの、本当に絶妙な作ってます。めちゃめちゃ汚そうな顔してますまずもう今前のめりになってますね。これロンティーの絵から来てもいけそうですかね。ああ、せっかくなんで、どうですか？ああ、ロンディの上からでも意外とね、レイヤードもいいっすね。意外とあり。へえ。この何も着てない感というか、その軽さ的にね。なんかこの長さもすごいいいし、やっぱこの今ほんとちょうどロンティもニットも足元も白にしてるから、これでまとめたらなんだろう。でもさっき言ってたマルジェラのああいうねショッコートでもないし、スタッフコートみたいな。そこにでもそこの領域に近いなんかこう高貴な感じというか、ね、ただものじゃないか。そもそも白いコートってなんか白衣以外のイメージがやっぱないですもんね。確かにこれも結構その形、まあ、さっきシルエットとか、まあ、ドレップ感とか言ってるんですけど、ボタンをさっきのキューバシャツより大きくして、アウター感出して、だけど解禁で夏らしさも出してっていう、なんか本当にいろんな要素が入ってる。多分シルクだからですね、これもさっきのシャツと同じで。そうですね。これで綿とかだとまた全然違った、いいか悪いかわからないですけど、これもなんか可能性感じますね、すごく。今までないじゃん。なんだな、すごいいいな、この感じな。シルクがすごいやっぱり次のテーマみたいなのあるんですか？いや確か僕がもう好きなだけ。なるほど。に。前回の、去年の SS も結構シルクで別注してるのが多かったんで、なるほど。で今回これからまだいろいろな 20SS ブランドの別注入ってくるんですけど、まあ、8割7割ぐらいはシルク。なんかまあ単純に僕が着てて気持ちいいものが好きなんで。シルクって人の肌に一番近い素材って言われてますもんね。これを洗えるんですか？これも同じ、さっきと同じなんで、同じ容量で洗っていただける。洗えるっていいですね。僕もそのさっきお話したけど表記がNG になってたんですけど、でも同じですね。デザイナーさんに聞いたら大丈夫だよって言われた。なんかこの上からちょっとスプリングコート着てコート&コートとかもちょっと面白そうというか、コート&シャツみたいな、はいはいそういう意味でも可能性はあるかなっていう。確かに。なんか最初見た時に半袖のコートかと思ったけど絶妙についてきますね。ちょっと3つ目のやつもあれが一番ちょっとこう予想できないというか、そうですね。一番変形じゃないですか。はいはい、言っちゃえば。着てみますか。それは着てみましょう。はい。ほう、すごい。これ面白いですね。これが平井です。どうですか、玄君的にこれ。ヨットみたいです。あ、でも結構すごっ。ここにうわって生地止まるしね。パフスリーブみたいな。カップの部分にボタンがたくさんついてて、落としたかったら一番外側ボタンがいっぱいついてるんで、面白いですね。ストッと落としたかったらこの一番外側で止めてもらうと、こうわーで腕を出したいときはなるほど。内側で止めてもらうと、腕というか手がっていうボタンで調節できるんですね。すごい。ストリートですね。確かに。ちょっとこう落として羽織ってバッサリ。
着てもいいし、止めるとどうなるんですかね。普通に止めるとなんですか、普通のシャツみたいな感じで、見え方的には。しかもこれよーく見るとちょっと斜め、そうです、ちょっとずれちゃう、へーずれちゃうというかずらしてる。そうあ、なるほどなるほどってんですね。ちょっとそのダイアゴナルというか斜めに走ってる感じですね。だからこのなんか一見するとすごいふざけたシャツに見えるんですけど、でもパターン自体がすごく上手で、ちゃんとふざけてるというか、真面目にふざけて作ってるシャツだなっていう。ふざけてるけど成立してるという。ただなんかいたずらにこういうのやってみたじゃないないです。ベースとなるそのパターンがすごく綺麗だなと。シャツでこんなにたまることあります？ここがこの袖の部分がすごくないですか？なんかだって普通に考えてさっき話してたこっちのこの見え方と、でもこっちから見ると多分こんなに別にそれでも結構でかいですけどね。いやまあとはいえ面白い。僕はこれ勝手にやってるんですけど、一応ボタンホール自体は全部ついてるんですよ。はい。本当だ。この下までまさこう上げて、おお、かわいい。あ、そこで揃えると。なるほど。下をそれちゃうんですね。特にこの止め方が正解とかはないんですけど、だからその人の買ってくれた人の好きなように止めてくれれば、あえてこういう段違いとかで止めるとこういう変形のシャツ着てるんで、ちょっとここだけレイヤーしてみたいな。面白い。めっちゃモードっすね。止め方は本当に今僕適当に止めたんで、多分いろんな止め方すると多分全然違った見え方に見える。これはやばいですね。そしてこれだから正直に言うともうこの上にアウターは着れないんです確かに絶対に左側がもたつくんで、だからあったかくなってきて5月4月ぐらい、T シャツ1枚だとまだ寒いよって時に、もうこれは本当に一種のアウター代わりに着てくれたらいいなと思う。なるほど。ポケットもこっちやっぱここのなんか全体のバランスに合わせてちょっとでかくしてる感じなんですよね。大きいっていうのもあるし、あとはディティールがあれ実は、このブランドのアイデンティティみたいなところもあるんですけど、下が止まってないんですよ。ポケットじゃない。いやなんですけど、ここが袋になってるんで、ここはちゃんと使えるんですよ。本当だ。へえ、なんてこったこれ。これはね、このブランドのこうシグニチャーというか、カニッツァのシャツはこういうタクの初見というか初めて聞きました。こういう扱いだと菊信さんに置いてある。本当ドレスドそうアンドレストだったはずです。確か情報が弱いですけど置いてるとこもちょっとなかなか知らないですよね。なんか昔のルックとか見ると本当にすごい思い切った服作りをされてて、僕はすごいそこに共感を受けたんで、本当に今回もかなり思い切った洋服を作ってもらいました。今までちょっとこうさっきの2点はベーシックベースだけど細かく見ると生地が変わってたりとか、やってんなってやつですね。でもこっちは本当やってんなって感じです。これもやってんなですね。分かりやすくやってますね。なんかあんまりこう僕のお店のコンセプト的にもこういうのが好きな人だけっていうのはあんまり好きじゃないんで、僕自身が良くも悪くもかなり広く雑色に色のテイストで別注やっていきたいんで、さっき話したみたいにスタンダードっぽいのもあるし、これぐらい攻めたのもあるのが、お店の、自分で言うのもあるんですけど面白さの一つかなと思います。これだけのものが混在してる店もそんなないですよね。ないです。なんかいい意味でカオスですよね。生地感も単純にいいですしね。あと生地パキパキしてますよね。綿100ですか？綿100です。さらっとしてて柔らかいからこういう風にちょっとこういいこう空気を含むというかね。と言いつつレインメーカーキューバシャツですか？これですね。今着てるのってサイズで M ですか？これが2サイズ展開で2サイズ4番5番で、僕着てるのが4番でさっき僕が来たのが5番。なるほど。大体これが M ぐらいで、高尾さん着てたのが L ぐらいです。このシャツはフリーサイズ、ワンサイズのハーフコートもフリーサイズ
これ女の子着ても良さそうですね。なんかそうですね、本当に別にユニセックスで出してるわけじゃないんですけど、ここをすごく男性より活かせそう巫女さんみたいな感じで確かにリアル萌え袖ですね。ね。いつもありがとうございます。いやありがとうございます。今年初の買い物です、ね。初買い物ですか？初回はいやありがとうございます。たくさん来てあげてください。はい、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いしますお願いします。またありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。また。ありがとうございます。いやーまた行っちゃいましたね。また行っちゃいましたね。もうダメですよ、ここ来ちゃ。来ちゃいけないお店っていういや危ないです。危険度高すぎます、ここは。別注が怖かったですね。まあ本当今回の SS のやつもすごい良かったっすね、実際。傍から見てるだけじゃなくて実際に来た時にもうこうふっとこう何かが降りてくるというかふつふつと欲しいものが湧いてきますよね、ここ。ふつふつとしてまたホワホワしてほわほわ。いやいいです本当に、いやまたいい買い物させてもらいました。今回はちなみに何買われたんですか？これですか？はい。そこはもうちょっとねお楽しみです次回じゃあまたスタイリング動画ということでそうですね、よろしいですか？はいもうこれ見てる人がさすがにはい多分分かると思うんで、そうですね。でそれをどういうふうにちょっとスタイリングしようかなっていうのはあると思うんで、次回お楽しみにですね。楽しみに。はい。ではご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴ください。よければチャンネル登録お願いします。